コンパクトでコスパのいい iPhone 用充電器を探している方にとってもおすすめです。どうも、きつねまるです。今日はですね、マテックというメーカーのソニキューブ 67W という USB 充電器を紹介したいと思います。2ポートの USB 充電器で、名前の通り最大 67W 出力ができるっていう充電器です。特徴としては、超小型の 67W ということで、サイズがとても小さいということと、AVS という現在だと iPhone 17ぐらいしか対応していませんが、電力を可変的に変化させることで効率よく充電させるっていう機能がついています。それではレビュースタートです。それでは開封していきましょう。今回はビニールが上にかぶさっているだけですので、カッターなどを使わず手で開けられるようになっています。こんな感じですね。で、上側を開けてこれ難しいんだよね。上の蓋を開けてやって引っ張り出すと本体が出てきます。ちょっとここ袋破けちゃってますね。なんかちょっと気になるところですけど、袋が破けちゃってますね。で、これが本体ですね。確かに小さいですね。すごい小さいです。で、上が 45W、67W、下が 12W。出力がポートで分かれてるんですね。これは要注意な点ですね。で、プラグが折りたたみ式です。CIO なんかには最近ついているショートしないためのカバーはこちらにはついていないので、その辺はちょっと注意かなというところですかね。はい。で、他に付属品はと言いますと、あとはですね、マテックのサンキューカードが1個入ってて、取扱説明書は QR コードを読み込んでくださいとのことです。はい、非常にシンプルな、ケースになってますね。それではこれがどれくらい小さいものなのか見ていきましょうか。それではですね、こちらのマテックのソニキューブの大きさと重さを測ってみたいと思います。まずこちらを正面としまして、高さが 38.5mm、幅が 30.5mm、で、奥行きが 51.8mm と、なかなかの小ささかなと思います。といっても数字で言われてもちょっと分かりにくいかなと思いますので、手のひらに乗せてみると、だいたいこれぐらいの大きさだっていうのが分かりますかね。さらに比較用として乾電池ちょっと持ってきました。単酸の乾電池なんですけれども、高さ的には1、2、3個分にない2個半ちょっとぐらいですかね。2個半ぐらいの大きさになってるかなと思います。で、横幅がほぼ乾電池2個分ぐらいなので、それぐらいの乾電池6個よりちょっとちっちゃいぐらいの大きさだと思っておくといいと思います。続いて重さですけれども、こちらを乗せてみますと 90.7g。だいたいこれぐらいの重さになるみたいですね。100g ないので非常に軽い充電器となっています。次はですね、ソニキューブの 67W 耐久試験をしてみたいと思います。つまり 67W の出力を何分間連続でし続けることができるかというのを計測で確認してみたいと思います。手順としてはソニキューブをテスターにつないで負荷装置と連結させます。で、負荷装置の方で負荷をかけながら 67W の出力を出していきます。その状態で5分間ずつ実際に出力されている電力とソニキューブの方の、ここのシールの貼ったところですね。だいたい中心部分なんですが、ここの温度を測って計測してみたいと思います。それではまず充電器とテスターを接続してパワーデリバリーでの選択をして 20V 出力をオンにし、こっちでも 20V が出力されていますね。で、負荷装置の方を出力を上げて、ここの最大の、電力 3.35A に近づけます。
そうですね。だいたいこれぐらいの出力になります。これで10分間、5分、10分、15分とやって、1時間出力のテスト、負荷テストを行っていきたいと思います。それでは、負荷テストが終わるまでしばらくお待ちください。はい、それで計測の方は終わりました。で、グラフの方がこちらの方になっています。なんと、出力は 65W 以上維持しつつ、温度は74度まで上がりながらも60分の計測を走り抜きました。74度っていう温度は非常に暑くて手に持てないほどに暑くはなるんですけれども、出力としてはずっと保ってくれてはいましたので、USB 充電器として使うのではなく AC アダプター代わりに使うみたいな、使い方をする、電源として使う場合も結構安心して使えそうな気はしますね。ただし、長時間使用した時の温度は要注意なので、そこは直接触らないようには気をつけてください。次はですね、こちらに用意した CIO のノバポートトリオ 267W の充電器と、今回のマテックのソニキューブ 67W の充電器、こちらの充電器をそれぞれ iPhone に充電させて、どんな違いがあるかというのを調べてみたいと思います。調べる方法としては、5分ごとに充電を開始してから5分ごとに充電のバッテリー残り残量を測って、それを30分繰り返します。そうすることで全く同じ条件からの充電開始ではないんですけれども、充電の速さの傾向、特にソニキューブの今回の AVS 対応というのがどう効いてくるのかというのをテストしてみたいなと思います。それでは計測完了まで少々お待ちください。はい、充電のテストが終わりました。ノバポートトリオ2の時は最初の充電の残りが 16%、ソニキューブの時は 4% のところから始めたので、ちょっとスタートラインがだいぶ違うんですけれども、30分後はノバポートトリオ2の方は、73%、ソニーキューブの方は 71% とほぼ同じような充電容量まで充電することができました。つまりソニーキューブの追い上げがやっぱりすごい早いんですね。だいたい 50% 付近ぐらいまで、15分ぐらいまではとても追い上げが早かった印象です。やっぱりこの辺は AVS の効果がもしかしたらあるのかもしれませんね。ただ、なんて言うんですかね。明らかに速くなりますよというほどではないので、ちょっとでも電池に優しい効率的な充電をさせたいというのであれば、ソニーキューブの充電はありなのかなとは思いますね。ただ、充電速度を単純に求めるのであれば、それほど差はないということを考えておいてください。単純に充電速度だけを考えると、そんなに大きな差が出る機能ではないということは、これを見てなんとなく分かりましたね。はい、ここまでマテックのソニーキューブ 67W の充電器をレビューしてきました。いかがでしたでしょうか。個人的には AVS の機能がしっかり働いていて、 iPhone のバッテリー残量が低い時に非常に力を発揮してくれるなという印象はありました。ただ、満充電までの時間的にはそんなに変わらないみたいなので、とにかく、残量が厳しくて少しでも早く 50% 程度でいいから充電させたいっていう時には役に立つかもしれませんが、他の充電器がすでにある状態で買い替えるほどのものではないのかなというのが、私の感想ではありますね。ただ、このサイズで 67W の出力を1時間も続けられる能力、そして AVS の機能をついているっていうことを考えて、価格は3000円を切っているっていうことを考えると、とてもお得な充電器であることには間違いありません。これからちょっと充電器を買い替えようかなって思っている方にはおすすめの充電器になるかなと思いますね。意外とアンカーや CIO と違った、魅力のある充電器だなというのが個人的な感想でした。それでは次回のレビューでまたお会いしましょう。以上、きつね丸がお送りしました。